かなわ。ある晩、貴船神社の人が不思議な夢を見ました。女が毎晩牛の国に神社へ来て、元夫を呪っています。愛しいあの人、私を捨てた。憎い。私を捨てて他の女のところへ行った人。でも、恋しい。苦しい。裏切る男を愛した私がバカだった。でも、あの男を呪わないではいられない。私は鬼になりたい。鬼になって、あの男を呪い殺したい。それから、鬼神が現れて言いました。この女に伝えなさい。私はこの女の願いを叶える。赤い着物を着て、金輪をかぶって、金輪の足につけたろうそくに火を灯しなさい。そうしたら、すぐこの女は鬼になって、元夫を殺すことができる。その晩、神社の入り口で待っていると、夢で見た女が来ました。すみません。はい。私はあなたが誰か知りません。でも、鬼神のお告げをあなたに伝えなければなりません。私の夢の中で鬼神が言いました。あなたの願いを叶えます。赤い着物を着て、ろうそくをつけた金輪をかぶって、そのろうそくに火を灯しなさい。そうしたら、すぐ鬼になって、その人を殺すことができます。え？女はびっくりしました。そして言いました。何の話ですか？人違いです。私じゃありません。いいえ、あなたです。私は夢であなたを見ました。神社の人はだんだん恐ろしくなりました。私は伝えましたよ。さあ、早く帰ってください。女はすぐ家へ帰りました。そして赤い着物を着て、金輪をかぶって、その三つの足につけたろうそくに火を灯しました。すると、すぐに鬼神の力を感じました。外は急に嵐になって、雷が鳴りました。私は鬼になった。あの男に思い知らせてやる。その日、安倍の生命のうちに知らない男が来ました。生命様、私は最近毎晩悪夢を見ます。この悪夢の意味を教えてください。生命はすぐ答えました。女の恨みですね。あなたを深く恨んでいる女がいます。心当たりは？あ、それは私の元妻です。あの女はとても嫉妬深かったですから、離婚しました。それから私は今の妻と結婚しました。生命は静かに言いました。前の奥さんはあなたについて何度も鬼神に祈りました。その結果、今晩あなたは
鬼に殺されます。もう手遅れです。男はびっくりしました。そして生命に懇願しました。生命様、私はあなたに会って、こうして事情を話しました。せめてお祈りをしてください。生命は少し考えてから答えました。そうですか。では、無駄かもしれませんが、できることをやりましょう。生命は、蚊帳で人形を2つ作りました。それぞれに夫婦の名前を書いた紙を入れました。そして、祭壇を作って祈りました。謹んで祈り立てまつる天地開闢の時より、イサナギイサナミの二神が天の岩倉にて仕切りを交わし夫婦となり今に続く。妖怪鬼人がそれを遮り命を奪おうとするとは何事か。聖なる者は入れて横島なる者を払え。救急如律令。生命は天の神、地の神、仏、菩薩、明神、天道宗、そして数千の星々の神にも祈りました。やがて、急に空が暗くなって、嵐になって、雷が鳴りました。そして、頭に金輪をかぶって鬼になった女が現れました。女は人形に近づくと、人形を元夫夫婦だと思って恨みを言いました。久しぶり、愛しいあなた。私の気持ちも知らないで、幸せに暮らしている。ああ、恨めしい。私と愛し合っていた時は、永遠に私を愛すると言った。でも、嘘だった。この女、私の夫を奪った女、私の恨みを思い知れ。女は妻の人形を切り裂きました。それから元夫の人形を見ました。愛しいあなた。寝ても覚めても忘れることができません。私を裏切った悪い人。さあ、私と一緒に地獄へ行きましょう。しかし、元夫の人形の周りには、生命が呼んだ神々が集まっていました。ああ、神様たちがあなたを守っている。鬼になった私は近づくことができない。腹が立つ。神様、私を責めないでください。ああ、だんだん鬼人の力が弱くなる。もう、ダメ。今夜は、あなたを殺すことができない。悔しい。いつかまた、あなたを殺しに来ます。必ず。そう言うと、鬼になった女は消えました。